皆さんこんにちは、りんです。今回はリクエストライト考察をやっていきます。リクエストライト考察ですが、Twitter の固定コメントにリプライにて受け付けております。注意事項も一緒についているのでそちらも確認ください。ライト考察の部分を楽しんでいく企画でございます。ライト考察は真偽を問わず仮説を立てるための考察です。考えられる可能性を見つけていくものになります。それではリクエスト見ていきます。リクエストありがとうございます。今回なんですけども、お二人の方のリクエストにお答えしていこうと思います。共通で言えることがあるかなと思ったので、お二人のリクエストにお答えしていこうと思います。よろしくお願いします。まず、お一人目のリクエストですね。りんさん、素敵な企画ありがとうございます。早速なのですが、3章でいきなりマリウスさんが出てきましたが、なぜあのタイミングで登場したのかというのが気になっています。ぜひ、リンさんの考えをお聞きしたいです。必須でしたらすみません。これからもリンさんの動画楽しみにしております。ありがとうございます。はい、実はね、これね、本当に募集した時の第1通目のリクエストでして、私、第1通目のリクエストは絶対やるって決めてたの。何が何でも。第1通目からね、めっちゃ鋭いの来ちゃって、すごくね、悩んだの。すべてつながる物語ね、大筋の考えをまとめたやつなんですけど、を出していて、それをね、出さないと、オクタビネルとハーツラベル、まず説明ができないっていうのを思っていて、サバナクローマなんですけど、レオナさんがね、いるからね。なので、ちょっとあれを出さなきゃ進まないっていうのがあったので、ちょっとこれが来た時点で、さっさとやろうと思ったんですよ。自分の大筋をね、ちゃんと立てるのを。はい、なのですごくお待たせをしております。ありがとうございます。こちらなんですけども、私返信してましてっていうのが実は、マリウスさん自体が出てきてるのは、第2章でもちらっと出てきてるんですね。3章で初めて出てきたわけではないので、お返事はさせていただいたんですけど、でも着眼点はすごく良くて、3章だけ今のところすごく違うんですよ。2章の違和感と3章の違和感って別物なんですけど、3章の最後、ディアソムニアの人たちの、言動を見ると3章だけ違うんですね。なので、そこの観点から見ていきたいなと思います。ディズニー作品でのアーサラとの関係もね、面白そうなので、そこも交えながらできたらいいなと思ってます。はい、リクエストありがとうございます。これが1通目ですね。2通目のリクエストなんですけども、はじめまして、こんにちは。素敵な企画ありがとうございます。ありがとうございます。早速なのですが、ツイステのオープニングを見返していた時に、画像のようなシーンがあったんです。タコの足の影がアズールにかかっているシーンなのですが、この影、アズールのオバブロに似ていませんか？他のキャラにはないので、アズールだけだと思われるので、何かの伏線なのかなと気になりコメントをした次第でございます。よろしければ考察をお願いします。いつもリンさんのワクワクする考察を見ています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。追記です。3章はレオナさんが黒い石について触れていたこともあって、ツイステのストーリーにおけるポイントになる章だったと思うので、オープニングにこのような絵を入れたのかなと自分でも少し考えてみました。はい、ということでリクエストありがとうございます。その画像っていうのがね、これですね、ツイステッドワンダーランドのオープニングの演出で、アズールの時だけ影がバーってタコ足で巻きつかれたような、演出があって、そこの影に映ってるのが、他のそのデザイン的にそうかなと思うんですけど、オバブロ後のアズールね、ぽいなっていうところですね。はい。何かポイントになってるんじゃないかということですね。なのでこの2つをまとめると、第3章は鍵となる章ではないかっていうところが見えてくると思いますので、この考えを広めていきたいと思います。本当にね、鋭い着眼点だと思います。ちょっとこれ、リクエストライト考察で今出してますけど、仮説立てをして、トリガー考察まで私持っていきたいなとは思ってはいます、今のところ。オクタビネルの考察でもつながるかもしれないので、いや、鋭いよ。本当に、いいと思います。では、進めていきます。まずですね、私が思っているツイステッドワンダーランドの世界観なんですけども、間の場所に今いると思っていて、別に現世とあの世があるという考え方になってます。で、この間の場所は、すべてつながる物語のパート2で詳しく説明していますので、そちらをご覧になっていただければと思います。簡単に説明してしまうと、現世というのが生きている場所、で、間の場所というのが本当に現世とあの世の間の場所で、魂が管理されている、保管されている場所ですね。で、あの世というのは本当に死後の世界というふうに見ています。この前提でお願いします。
はい。で、オンボロ領なんですけども、現世ではマリウスたちのお家なのではないかなっていうふうには思っていて、すべてつながる物語パート2で説明しているので、そちらを見てくれればと思います。はい。なので、オクタビネルのね、所有になるのは食い止めたいわけです、マリウスさん。オンボロ領っていうのは、もともと間の場所では憩いの場であって、夜のお散歩コースでした。マリウス様とて立場ゆえに人目に見張られていますから、もう一人になりたい時だってあるっていうことでね、すごい静かに一人で過ごせる僕だけの場所として気に入っていたというふうには言っています。はい。でね、どちらにせよ、オクタビネルの所有となって、他人がいっぱい入ってきて騒がしくなるのは好ましくないということですよね。はい。まずそういう背景がありまして、最後ね、監督生に話しかけてくるんですけど、最後、本当にさぞ嬉しかったことでしょうね。だってこんなにね、もう何にせよこの庭が騒がしくならずに済んでよかったってね、もうスマシ顔のアーシェングロットが悔しがる顔はさぞ見ものだったろうなんてね、言ってね、三章のテンションはピカイチですよね。本当にテンション高かったかなと思います、マレウス様的には。この3章のみ違うところというのが、全部の章で第1章から実はディアソムニアっていうのは監督生と何かしらの形で関わってくるんですけども、その中でも特に3章は内容をしっかり言及し、ましてはアーシェン・グロットとキャラクターの名前まで出しているんですね。そこが全然違います。他の章は特に内容に触れずに戻ったかって言って、なんか関係ない話をするんでしたけど、3章だけは内容をしっかりと把握しているんですね。っていうところがすごく違うなっていうふうには思っています。で、彼なんですけども、多分、いろいろと秘密は知ってるだろうと、マリウスのお散歩コースだったことも知ってたんじゃないですかね。それで、監督生を利用したかったんじゃないかなと思うんですよ。もっと上等な取引をしたかった。マリウスに対してかわかんないですけど、憩いの場所、今僕たちの所有だけど、それと引き換えに何をしてくれるんですかあなたはっていうことできたかもしれないじゃない。もし、オンボロ領がオクタビネルのものになったら、もっと上等な取引をしたかったんじゃないかと思うんです。目的はお前じゃない。監督生、目的はお前じゃないんですよ。これ、アースラがアリエルに対して言う言葉なんですけども、アースラはね、最初アリエルと契約を結ぶんですけども、本当の目的はアリエルの父親であるトリトンです。あくまでアリエルは利用するだけの材料でした。で、契約条件を満たせなかった娘アリエルの代わりに、父親であるトリトンが代償を払ってもいいというふうに持ちかけます。トリトンはそれに応じて娘の代わりに自分の名前を契約書に上書きサインをして娘が取るべきだった代償を自分が被ることになります。はい。なので狙いはこの時から監督生ではなく他の力のあるものを引きずり出したかったんじゃないかなっていうふうに私は見ています。ですがアースラのストーリーと重ねてもそうなんですけども陰謀、他の力あるものを引きずり出すっていう陰謀が成功すると領域になってしまってたかもしれないっていうことで、トリトンの槍をね、手に入れたアースラなんですけども、アリエルの仲間をね、倒そうとね、槍を向けるんですよ、フランダーとセバスチャンに。だけどアリエルがやめてって言って方向を変えるんですね。そうすると、フロットサムとジェットサムに当たってしまうんです。誤射しちゃって。で、フロットサムとジェットサムは海の藻くずとなります。それに怒ったアースラは巨大化するんですけども、皮肉にもその時生まれた渦で浮上した沈没船が身を滅ぼすための武器となってしまいます。エリックがね、王子様が船を操縦してアースラの腹に突き刺すっていう最後なんですけども、なので、その陰謀が成功してしまうと彼らは領域になってたんじゃないかって思うんですね。姿形もなく海の藻くずになっていて、ヴィランの中でもはっきりと死消滅の描写がされているヴィランズになります。本でもそうですし、アニメ版の映画でもそうですし、復活の色がないというか、領域に本当になってる可能性がすごく高いと思われます。しかもその生存の可能性、蘇りの可能性がまだある間の場所に落ちるというような描写もされていないヴィランになるので、本当に陰謀が成功してしまったら、もしかしたら彼らとは一緒に学園生活を送っていれなかったかもしれないっていうふうに見てるんですね。
これも全てつながる物語のパート3を見てほしいんですけど、私、過去を変えるために前章のキャラクターがお助けに来ているっていう風に見てるんですね。はい。で、レオナさんたちお助けに来ましたよね。でおそらくなんですけども、そのアズールの陰謀は上書きサインができる契約書がなければ成功しませんよね。何の取引材料もなくなるわけですよ。監督生のサインが入っている契約書がなければ上書きサインすらできないので。なので、レオナは全ての上書きサインができる契約書をあそこで排除して、アズールたちがあの領域になる可能性を全て排除したんじゃないかっていうふうに思うんですね。今回の第3章ではアズール、ジェイド、フロイドはあの領域を免れてるんじゃないかっていうふうに見ています。今はビーストの暴走があって、これもね、全てつながる物語のパート1で見てほしいんだけど、ビーストの暴走があってみんな間の場所に落ちている。で、その間の場所で蘇りを待ちながら生活をしているっていうふうに思ってるんですけど、間の場所に今、アズールたちを落ちることができたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。なので唯一実は過去を変えられた章なんじゃないかってちょっと今思ってます。この子たちの関係性なんですけども、イデア、オルト、アズールたちですね。はい、ハデスの仕事範囲っていうのはあの世になるんです。で、間の場所でさまよう魂の管理は仕事範囲ではなく、あくまであの世、冥界に落ちてきた魂の裁きが仕事になります。で、冥界とはメイド、あの世を指すんですけども、おそらくあの世に落ちてしまった3人、ジェイド、フロイド、アズールの魂を管理していたんじゃないかなっていうふうには見ていて、あの領域に一度なってる3人をずっと守ってたんじゃないかなっていうふうには思います。で、バディもオルト君がジェイドとフロイド持っていて、イデアはもうね、おのずと知れずアズールとね、仲いいのかなもう部活も同じなので、どうしてこの2人の組み合わせなのかなっていうのはすごいずっと思ってたんですけども、バディとかも今後バディ関係も関係あるんじゃないかなって思ってるので、そう見るとすごく協力して魂を守って管理してたんじゃないかなっていうふうには思っています。ということで、ナイト考察なので仮説立てまでになりますが、まずここで立った仮説ですね。仮説1。アズールはもっと上等な取引をするために監督性を利用したに過ぎなかったかもしれない。仮説2。アズール、ジェイド、フロイドは、アズールの企てが成功し、上等な取引を行ってしまったがために、あの領域、冥界域になっていた過去があるかもしれない。仮説3、レオナはアズールたちがあの領域になる可能性を排除することに、今回の第3章では成功したのではないか。仮説4、イデアとオルトは、アズール、フロイド、ジェイドの魂管理をし守っていた可能性があるということですね。はい、ちょっとこちらですね。今仮説でふわっと終わってるんですけど、オクタミネル寮の考察にトリガーリサーチを得て考察で出すかもしれないので、すごく着眼点がいいと思います。もちろん他のね、方々のリクエストも着眼点がいいと思って紹介させていただいて、こういう風に考察を展開しています。まだオクタミネルのね、考察がまだ残っているっていうのもありますので、今後この仮説を使っていくかもしれないです。というところで、今回のライト考察はここまでになります。ご視聴ありがとうございます。